こんばんは、新パイロットきよきよです。今回はスイスが生んだ異色の天才機、ピタラス PC24 の操作方法を徹底解説していきます。この機体、実はすごいんです。豪華な見た目とは裏腹に、普通のジェット機が敬遠するような無舗装の滑走路にも追いられちゃう空の SUV なんですよ。ただ、一つだけ大きな壁があります。それがアビオニクスです。エアバスでも、ボーイングでも、ましてやガーミンでもない、プライマスエピック 2.0 という独自のシステムが搭載されています。これどうやって触ればいいのとコックピットで途方に暮れた方も多いはず。今日は東京から大阪のフライトで、独特なシステムを一から一緒に設定しながら、この機体を自由自在に操れるようになりましょう。東京国際空港にやってきました。まずは準備を始めましょう。オルトプラス9キーでカバーを外し、シフトプラス C で機内へ入ります。目の前には4つの大きな12インチ液晶とゲームコントローラーのような形のヨークが広がります。画面の名称については、速度や高度など飛ぶための基本情報を表示する PFD、マップやエンジンの状態など幅広い情報を表示する MFD、座席の間にあるのがマウスのように画面を操作するデバイス CCD です。まずはタブレットで機体の重さを決めましょう。タブキーでタブレットを開き、飛行性能、質量とバランスを選択。クイックフィルを使って燃料と貨物の重さをパッと設定しちゃいます。燃料タブで必要な分を給油したら、航空機の読み込みを押して機体に反映させます。頭上のオーバーヘッドパネルを操作します。バッテリー1、2をオン。外部電源を接続します。ナブ&ロゴ、禁煙、シートベルトサインをオン。キャビンライトはオートにします。いよいよ本番 FMS への入力です。マイクロソフトフライトシミュレーターのプランを読み込む場合は、送信からアビオニクスに送信で OK ですが、今回は練習のために手動で入力してみましょう。最初は出発空港と着陸空港を設定します。飛行機のマークから F プランを選びます。オリジン、デスティネーションにそれぞれ出発・着陸空港の空港コードを入力します。枠をクリックすると CCD で文字が入力できるようになります。お使いのキーボードを使いたい場合は、右上にあるキーボードマークを押してください。枠をクリックすると、マゼンタ表示となり入力が可能になります。今回はオリジンが東京 RJTT、デスティネーションは大阪 RJOO とします。インサート、アクティベートを押します。これで地図に線がつながります。マップについては左側のマークをクリックしながらドラッグすることで拡大と縮小ができます。次に離陸ルートを設定します。上昇マークを押します。ランウェイシットを押します。離陸に使用できる滑走路の一覧が表示されるので、16レフトを選択。離陸ルートのシットはラクサス4を選択します。インサート、アクティベートを押します。マップ上にルートが挿入されました。次は巡航ルートを設定します。左上のルートの名前からアクサスを選択し、アメンドルートを押します。今後のフライトプランを右上に表示しておきます。次は空の道である航空路を使用するため、ジョインを押します。使用可能な航空路が表示されるので、ここではヤンキー56を選択します。次にヤンキー56を使い、どこまで行くかを選択します。今回の場合は遠目です。インサートを押します。
次もヤンキー54という航空路を使うので、ジョイン。ヤンキー54。行き先の講和を選択し、インサートを押します。次は航空路を使わずにアグパックという場所へ向かいます。この場合は枠をクリックしてキーボードでアグパックを入力。エンターを押して挿入します。巡航ルートを設定できたのでアクティベートを押して確定します。スキップウェイポイントを押すと一つずつルートを確認できます。最後は滑走路に着陸するルートを設定します。降下マークスターランディングからランウェイアプローチスターを押します。着陸滑走路、着陸方法、空港に向かうためのルートのスターの一覧が表示されます。それぞれ32レフト、ILS32 レフト、アグパックを選択します。インサート、アクティベートを押します。これで離陸から着陸までのルートが完成しました。次は機体にどれくらいの速さで飛ぶかを教えます。飛行機マーク、アルトスピードを押します。ここには巡航中の速度、高度を設定します。クルーズスピードの枠をクリックし、速度はマック 0.70、280ノット。イニットクルーズアルトについては27000フィートを入力します。次は機体重量を設定します。フューエル、ウェイトを押します。マイクロソフトフライトシミュレーターのタブレットで飛行性能、質量とバランスからを確認して、ベーシックオペレーティングウェイトに機体重量を入力します。パッセンジャーがハイライトされるので、タブレットを座席ページにします。人数アットに2、1人当たりの重量180ポンドを入力します。フューエルがハイライトされるので、タブレットを燃料ページに、搭載燃料を入力します。最後にカーゴがハイライトされるので、タブレットの貨物ページを確認して、重量を入力します。ここまでできたら、コンピュートを押して、離陸速度を計算させます。上昇マークを押します。離陸速度が表示されていますが、安全に離陸するために V1、VR を110ノット、V2 は120ノット、VT は170ノットを入力します。トランスアルトは14000を入力します。センドを押して PFD に情報を送ります。カンマキーを押し、現在の気圧に合わせます。CCD に視点を移します。トランスポンダーを押し、スコープコードを入力します。入力したらアプライクローズを押してください。別のやり方として PFD でもトランスポンダーを選択してセレクトノブを回すことで変更することも可能です。フライトプランに沿って飛行するためナブセレクトを押し、ナブソースを FMS にします。ナブプリビュー、VOR を押し、PFD の HSI 部分に矢印を表示しておきます。周波数自体は PFD の右下で変更できます。PFD の HSI の表示を切り替えておきます。ヘディングノブを操作し、HSI にある白いバグを滑走路方位にセットします。中央を押すと現在の機種方位にバグがセットされます。速度は FMS にします。高度を27000フィートにセットします。フライトディレクターをオン。ナブを押します。酸素を有効化します。ビーコンライトをオン。エンジンを始動します。やり方は簡単で、オーバーヘッドパネルにあるエンジンセレクターをラン、スタートボタンを押すことで始動できます。エンジンの回転が安定したら、ジェネレーター2をオンにします。反対側のエンジンも同じように始動します。
両方のエンジンが始動したら外部電源を外します。これで4つのディスプレイがすべて点灯します。ウィンドシールドをオート、ハイ、ブリードをボース。この状態になったらパーキングブレーキをリリースしてプッシュバックを開始します。フラップを15。スタブトリムをグリーンエリアに入るように調整します。タクシーライトをオン。滑走路前に移動します。滑走路前に到着しました。ランディングライトをオン。ストロボライトをオン。トランスポンダーをアルト。ウェザーレーダーをオン。VSD をオン。操縦桿とラダーペダルを動かして問題なく反応するか確認します。それでは離陸します。スラストレバーをテイクオフに。110ノットでゆっくり操縦桿を引きます。ギアアップ。170ノットを超えたらフラップをゼロにします。両ダンパーをオン。オートパイロット、オートスラストをオンにします。フライトレベルチェンジと V ナブを押します。オートパイロットのモードがナブ VFLC になっていれば、あとはオートパイロットにお任せです。タクシーライトをオフ。もしメッセージが表示されたらクリアをして削除します。1万フィートでランディングライトをオフ。1万4000フィートになったらバロの中央を押して気圧をスタンダードにします。小型のビジネスジェットなので上昇はとても速いです。管制官からの指示でこの先のカグナへ直接向かうよう指示が飛んできました。この場合は左上に表示されているカグナを選択し、ダイレクトトゥーを選択します。シアン色で変更後のルートが表示されるので、アクティベートを押して確定します。これでカグナへ直接向かうことができます。降下開始ポイントのトップオブディセントが見えてきました。V ナブが有効になっている場合、コードを進入コードに合わせれば勝手に降下してくれます。この機体はチャートの閲覧ができるので、コードを確認しましょう。チャート、デスト、アプローチ、ILS32 レフトを選択します。今回は3500フィートのようです。コードをその通りにセットします。ミニマムコードを確認します。ミニマムをバロにして、チャートに書かれている290フィートにセットします。ナブ1をクリックして ILS 周波数をセットします。コースノブで ILS のコース322をセットします。降下マーク T コンプを押します。オートに着陸空港の気温を入力します。スターランディングを押します。着陸用の速度が計算されていますが、VREF は120ノット、その下の GA は130ノットに修正しておきます。そして1000度を押し PFD に速度を送信します。トップオブディセントースにオートパイロットのモードがナブ V パスになっていれば OK です。降下が鈍い場合はエアブレーキのレバーを横にスライドし、手前に引いてください。1万4000フィートになったので、カンマキーを押すか、着陸空港の気圧にセットします。1万フィートで
ランディングライトとタクシーライトをオンにします。ILS を受信したので、識別符号と距離、そしてローカライザーの矢印が表示されています。またもう少し進むとグライドスロープ用の白い矢印が表示されます。この状態になったらオートパイロットのアプローチを押します。オートパイロットのモードがロック GS に変わっていることを確認します。速度がフラップ速度の8、15以下の速度になったので、フラップを15まで下ろします。ギアダウンします。フラップを33にします。エアブレーキレバーを横にスライドさせます。速度を FMS からメインに戻して120ノットにセットします。本来この機体は100ノットぐらいまで速度を落とすことができるのですが、2024の機体は120ノットまで加速しないとアプローチが安定しません。進入復興高度5000フィートをセットします。残りの高度が1000フィートぐらいになったので、オートパイロットを解除し、両ダンパー、オートスラストも解除します。独特なプライマスエピック 2.0 を搭載した DC24 いかがでしたか？最初は戸惑うかもしれませんが、一度覚えてしまえばこれほど頼もしい相棒はいません。ぜひ皆さんもこの空の SUV で世界中のあらゆる場所へ飛んでみてください。この動画が少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。